皆さんこんにちは。今回は前回動画で紹介した結露問題に対して、結露を防止する装置やら処理やらの仕組みと効果、将来的に行おうと考えている結露対策のアイディアについて紹介します。で、どういう結果やアイディアなのかということで、早速ですが概要を紹介します。まずは結露対策の効果についてです。メンテなどを想定して冷凍状態-30度 C から常温に温度変化させた際、パート1やパート2の冷凍庫 PC を再現した構造では湿度が最大 92% に達し、霜や結露が生じていることが確認されました。一方で前回動画で紹介した対策やいただいたコメントをもとに4つの結露対策を実施した結果、湿度は最大 30% に収まり、そして霜や結露が確認できなくなりました。目視確認できるレベルで効果が出ていたので個人的にはとても驚く結果になっています。詳細は後ほど紹介しますが、現時点で実験的に動かす分には十分な結露対策を取れていると考え、次回は安心してインテル純正空冷クーラーの動作確認ができそうだなって思っています。また今回やった結露対策とは別に、いただいたコメントのアドバイスをそのまま採用したり参考にして考えたところ、将来的に私個人でも購入、作成、管理できそうな結露対策のアイディアが2つできました。今考えている最大限の対策として、コンプレッサーを使った乾燥空気もどきの作成と、乾燥空気を高圧状態で密閉できそうな圧力容器の構築、こんなことを選択肢として考えています。ちなみに今回の動画ではコンプレッサーを使うとか圧力容器とかアイディアのコンセプトの紹介と、そのアイディアに至ることができたコメントについてお話ししますが、どう実現させるかなどの詳細や具体案については触れません。ただ追加の結露対策アイディアができたことで、今回言った対策で実験的に運用できそうといったところから、より長時間安定して結露を防止できる、つまり常用性を向上させた冷却システムを構築できそうだと見込んでいます。概要は以上です。まあこんな感じになりまして、おそらく動画のサムネイルもそんな気持ちが反映されたものになっているかと思います。とはいえあくまで結露しにくくするという対策なので、結露が原因で故障する可能性はゼロではないですし、今回紹介する対策にはまだ知らないデメリットがあってそれを見落としているかもしれませんが、状況が分かってから一つずつ対処していこうと今は考えています。なお概要で話した通り今回の動画も自作 PC らしからぬ、結露という物理現象がメインの内容になっています。冷凍庫の低温を使った PC 動作やベンチマークを見たいという方、次回は PC 動作の動画になるんでご了承。というか私自身も今回の結露対策を考えていた時は、そろそろ PC を動かしたいと思っていたので気乗りしませんでした。ですが実際に作っていたらなんかバイクの伝送品カスタムみたいで楽しくなっちゃったし、しっかりと効果も出た上にアイディアもまとまって嬉しかったし、何より低温環境での PC 運用にとって結露が重大な要因だと身をもって理解してしまったので動画にしちゃいました。今回の動画はこんな感じですがどうぞよろしくです。では始めます。まずは今回実際にやった結露対策についてです。ちなみに実際に対策を実施して効果を見ましたが、見たかったのは結露が発生するかどうかといった点だけだったので、結露に関係しそうな要因に注目して対策の効果確認をしています。つまり ATX24 ピンなどケーブル類は実際の運用を想定した設置状態にしたり、結露するかどうかを確認する観察対象としてインテル純正空冷 CPU クーラーのヒートシンクを庫内に設置していますが、一方で結露を発生させる直接の要因とは考えにくい PC パーツ類は冷凍庫からほとんど出しました。わざわざマザーボードとかの結露に弱い PC パーツを観察対象にしなくてもいいだろうし、マザーボードなどよりも結露が生じやすい PC パーツはヒートシンクなど金属素材が多く使われた部品だと考えていたので、厳密に再現できてはいませんが、マザーボードなどがなくても結露対策の効果は判断できるだろうとして行いました。ということではじめにパート1やパート2の従来構造で、結露がどう生じていたのかを知るために再現実験を行いました。ただ厳密にはパート1などの状態ではありません。水冷乾燥のために一度解体しちゃいましたし、ケーブル貫通部を再現するために使用したケーブルも若干違います。庫内の温度を
を測定していた熱電椎のケーブルは、温度と湿度を同時に見れる測定器のケーブルに変更しました。700円で買えてボタン電池で動きディスプレイと測定部が別々という、今回の用途に適した素晴らしい温湿度計です。まあ元はケット用品なので測定精度はお察しですが、すでに買っていた温湿度計など家にあった6個の温湿度計と比べて、温度はプラスマイナス1度 C 以内、湿度はプラスマイナス 5% 以内だったので確認程度なら十分使えそうなものです。LED の電源ケーブルは、なぜかつけていませんでした。今見返してもなぜつけてなかったのか覚えていないんですが、結局つけずに試験しています。で、庫内に設置したのはマザーボードを固定するアルミフレームと先ほど紹介した温湿度計の測定部、以前も使った温湿度計。観察対象として、空気よりも温度が変化しにくいため結露が生じやすい金属素材で作られているヒートシンクです。ヒートシンクは先ほど話しましたがインテルリテールクーラーについているものです。簡単にファンとヒートシンクを分離できたので、今回はこれに犠牲になってもらいます。頑張れ。ちなみに庫内に設置したアルミフレームの組み方も変更しました。以前はマザーボードとケーブルを固定するアルミフレームは一体構造にしていましたが、水冷乾燥に合わせて改良しています。自作した蓋の固定やケーブル貫通部の隙間埋めは以前の方法を再現しました。蓋の固定は各4箇所を養生テープで貼り付け、ケーブル貫通部の隙間埋めは養生テープを使いました。観察窓から見るとこんな感じです。これまで観察窓は断熱性にも気密性にも弱点になっていると疎んでいましたが、今回すごい助かりました。目視できるのは最高です。この状態で急速冷凍機能を使い、最大限冷やしてみます。冷凍開始5時間後、庫内はマイナス32度 C で安定しました。この時の湿度は 20% と出ています。ここで冷凍庫の電源を切り、メンテナンスを想定して冷凍状態から常温に温度変化させていきます。ちなみに冷凍時は自作蓋の上に備え付きの蓋を重ねて断熱性を高めた状態にしていましたが、私が常温に戻す際は備え付きの蓋を外して自作の蓋のみにしていました。今思うと庫内の温度変化は緩やかにした方が結露しにくいだろうから、蓋は重ねた状態の方が良い気がしますが、今回は内部の観察をしたいので備え付きの蓋は外しました。外してしばらくすると観察窓に氷の結晶ができました。PC パーツの結露には関係はありませんし見る分には綺麗なんですが、これが水になって故障につながるんだよなぁと思うと恐ろしい存在がいとも簡単に現れました。怖い。内部を見ていきましょう。庫内の壁面は白くなっており霜がついているようです。ヒートシンクにも点々と霜がついていますが、より深刻に出ていたのはアルミフレームです。わかりやすいほどに霜がついていますね。しかも面白いことにアルミフレームの上部ほど霜が多くついているようです。アルミフレームは空気の温度変化に対応できず霜がついたようですが、庫内の上部から空気が温まっていくので上部ほど霜がつき、下部には冷たい空気が残って霜が少なくなっているようです。で、庫内の温湿度計の様子を6時間ほど撮影して温度と湿度の変化を確認しました。ちなみに長時間温度と湿度を確認するのに動画撮影です。データロガーとか測定値を記録してくれる装置ではありません。つまり先ほどのグラフデータは測定器を動画撮影しその映像を早送りして私が人力で数字のログを作りグラフ化したものです。人力入力なのでグラフには測定器の測定精度に加えてヒューマンエラー要素が含まれています。まあ個人の投稿動画なんで精度は大体でもいいでしょうし気にしていませんが、アホ臭い行動だなって思いつつデータ取りしました。欲しいデータロガーもありますが新品10万円以上、中古5万円以上するのでいつか買えることを願いつつ今は諦めます。いや実験用 PC パーツの総額よりも高い測定器を買いたいと思うこと自体どうなのか、まあ変なことをしているのは今更ですが、そんな感じで取得できた温度と湿度の変化がこちらです。温度が高まるにつれて湿度も高まっていきます。0度 C を上回ると霜も溶けて水になっていました。今思うと霜が溶けた水を結露というのも変な感じですが、いずれにせよ庫内の設置物に水が付着する現象が確認できました。で実のところ少し意外な結果でした。前回動画内で冷凍と常温の温度変化を何度も繰り返すことで、徐々に庫内に存在する水分量が増えていくと話しましたが、
マイナス30度 C の冷凍環境を一度作るだけで目で見て確認できるレベルの結露が生じていたからです。よく考えればマイナス10度 C とかよりマイナス30度 C まで冷やせば冷やした分だけ、そりゃあ庫内の空気の体積が減り、外の空気が侵入して水分量も増えるだろうし、空気と金属部品の温度変化のしやすさも結露の原因と話しましたが、マイナス30度 C から常温までとマイナス10度 C から常温まで、温度の変化量も結露の生じやすさに影響しているのかと思いました。レースじゃないですけど変化させる温度が大きいほど、空気と金属の温度差は広がっていくのでしょう。分かったことをまとめるとつまり、冷凍庫で PC は冷やすなって言われているようなもんですね。今更ですがなかなか変なことをしているんだなぁと物理現象の面から体感できました。現状の確認はこれで以上で、次は今回実施した結露対策の紹介と効果確認です。まず前回の動画で紹介した6つの対策案についておさらいします。庫外の湿潤な空気を庫内に入れないように冷凍庫の蓋の密閉性を高めるため、アルミテープで冷凍庫と自作した蓋の外周をぐるっと貼り付けることや、エアコン設置作業で使われるパテを使って ATX24 ピンなどのケーブルの貫通部の隙間を埋めること、結露の原因である空気中の水蒸気を減らすためにシリカゲルを使った吸湿器やペルチェ素子を使った除湿装置を導入すること、結露のもう一つの原因である PC パーツが空気よりも冷たいという状況をなくすために、PC でストレステストなど高負荷な動作を行い、結露が生じる直前の温度域まで発熱させること、結露が生じる温度域で結露が生じても短絡や漏電のリスクを減らすために PC をシャットダウン、PC 電源自体の電源も切ること、こんな6つの対策案を考えていました。で、実際に今回実施した対策はコメントでいただいたアドバイスを参考にしたり、実施する際に変更したりしています。まずシリカゲルを使った吸湿器について、いただいたコメントを参考に塩化カルシウムの処理層を追加しました。もともとシリカゲルを使った吸湿器のコンセプトは何度も再利用できる吸湿素材を使うことだったんですが、シリカゲルの吸湿の原理上、氷点下以下では吸湿しないようです。一方で塩化カルシウムはクローゼットに置くタイプの吸湿剤に使われる、使い始めはジャラジャラと音がする流状だったものが、いつの間にか液体を溜めている、あのタイプの吸湿剤に使われる薬剤です。これは高校か中学で学んだ水酸化ナトリウムとかでも起きる超回って現象みたいです。この現象は氷点下以下でも使えるようなので、使い捨てになりますがシリカゲルに合わせて使うことにしました。あとは自作吸湿器を作られていたウェブを参考にしています。水槽のブクブクとかエアポンプとかアクアリウム用品を使って空気循環、タッカーなどの密閉容器とエアコンパテを使って気密性を保ちました。空気側のチューブを閉じるとエアポンプを入れたタッカー内が低圧になって徐々にへこんでいく程度に密閉できています。いやーこれだけ簡単な構造なら真空チャンバーみたいな低圧密閉容器は簡単に作れるんですけどね。ペルチェ素子を使った除湿器は普通に組み立てましたがアルミフレームに固定できるように穴開けして金具をつけています。で私は初めてペルチェ素子に触れたので組み立てた後に動作確認をしてみました。ここで役に立ったのがバイクの伝送品カスタムの動作チェック用に使っていた電源や変圧器、測定器でした。ちょっとずつ買っていたら3つ揃っていましたが、市販の電源装置と同じ使い方ができます。これを使ってペルチェ素子の動作確認を行い大体 7.5V を供給して動かすことに決めました。またペルチェ素子を使った除湿器は PC 電源とは別に動かしたかったので、実際にこれらの装置で電源供給させました。ペルチェ素子を使った除湿器の他に、いただいたコメントを参考に空気循環用のファンも設置しました。この空気循環のためにファンを使うという方法は、実は使っているマザーボードにも搭載された除湿機能と同じだったので採用しました。いやー今使っているアスロック Z170 エクストリーム6の BIOS を見た時に除湿なんとかって項目があることをすっかり忘れていまして、ドンピシャな機能がついてたじゃんって思い出して内容を調べたら、シャットダウン状態でもファンを定期的に回してケース内の空気を循環させるということでいただいたコメントと同じ内容でした。最初はアスロックがやるなら効果あるだろう程度の考えで採用しましたが、今思うと空気を循環させるということで対流を作り、空気と金属部品の温度差を小さくして結露を抑制しているのかなとか、
対流する空気なら結露でできた水が蒸発しやすいのかなとか、いろいろ効果がありそうでした。ファンはマザーボードの下に来るように設置して、マザーボードの表と裏の両面に風が流れるようにしました。で、このファンによる空気循環も PC 電源とは別に動かしたかったのでファンの配線を改造して、ペルチェ素子の電源線とまとめてバイク用に買っていたコネクタで接続させてこないから戸外に電源ケーブルを配線しました。もろにやっていることはバイクの方でやっている電装品カスタムと一緒でした。いやーこの作業をやるまでは効果がわからない結露対策がどうなるか不安だったので憂鬱な気分だったのですが、配線作業している時はカスタム楽しいってウキウキでした。で、シリカゲルを使った吸湿器用のエアチューブやペルチェ素子を使った除湿器用の電源ケーブルを USB などのケーブルとひとまとめにしてケーブル貫通部に設置しました。以前と比べてすごい楽に設置できるようになりました。設置が楽になった上にエアチューブとか電源ケーブルとかを追加もしやすくなり拡張性も高まったようです。てかエアチューブが USB とかのケーブルと一緒というのが不思議な光景ですね。これでも自作 PC ジャンルのはずなんですが、アルミテープを使って蓋外周を貼り付ける案は養生テープでやりました。やはりアルミテープを使うのは面倒で妥協しました。蓋外周をぐるっと一周貼り付けたり、ケーブル貫通部の隙間を塞いだりすること自体は単純な作業なんですが、切ったり貼ったりテープの長さを調整したり縦に切って使ったりと、手で切れる養生テープが作業的に楽な感じでした。ケーブル貫通部の縦埋めは検討した案の通りに実施しました。いきなりの実戦投入でしたが楽に実施でき見た目も綺麗に塞げたと思います。まあ縦で穴埋めしても空気の侵入を完全に防げるほどの効果は期待していません。空気の侵入を防ぐにはやはりオーリングとかシーリングされた圧力容器や真空チャンバーぐらいの構造じゃないと厳しいでしょう。ケーブル貫通部の縦埋めによる気密性はいいところ空気の侵入を遅らせてくれる干渉剤って感じです。とテープや縦についてはとりあえず隙間は塞ごうかなって気持ちで処置しました。ちなみに今回の対策を行うにあたって PC パーツを固定するアルミフレームの組み方などを改良しました。以前までの構造ではテーピングするのにワイヤーネットやアルミフレームが邪魔でしたが、組み方を改良してケーブルの貫通部付近で作業スペースを作りました。おかげでテーピングも縦埋めも普通にできます。改良して普通に作業できたってレベルなのでおそらく以前の構造では大変だったでしょう。とりあえず見た目では隙間なくがっちり塞ぐことができました。他の対策で挙げた PC パーツの発熱とシャットダウンとかの案は PC パーツを設置していないので試していません。ではこれらの対策の効果を見ていきましょう。まずはシリカゲルと塩化カルシウムを使った吸湿器を使って冷凍前に庫内の空気を除湿します。吸湿開始時は温度23度 C 湿度 60% 近かったのが徐々に下がり始め、最終的に庫内の温度は23度 C 程度、湿度は 20% 以下にまで落とすことができました。ただ12時間かかりました。時間がかかりすぎです。まだ実験的に運用する現状では時間がかかっても待っていられますし、そもそも常温から冷凍状態にする回数がそんなに多くないですから12時間かかろうと構いませんが、長いですね。ひとまず庫内の空気を事前に除湿できたのでここから冷凍を開始していきます。冷凍中も吸湿器は運転させてあります。冷凍開始5時間後庫内の温度はマイナス30度 C、湿度は 23% 程度に安定しました。吸湿器による空気循環を停止してエアチューブを閉じても移行温度は下がりませんでした。構造を変化させたことで2度 C ほど温度が高い状態になったようです。これは USB ケーブルとかをまとめたことによる影響か、それともエアチューブとか電源ケーブルとか配線を追加した影響か、それともそもそも温湿度計の測定位置が変わったことによる影響か、要因が多いんでスルーします。致命的でもないですし今後構造自体を変更する予定なのでこのままです。ちなみにここまで頑張ってもらった吸湿器の塩化カルシウムとシリカゲルを見てみると、塩化カルシウムは粒がまとまり固着しています。吸湿して超回湿部同士がくっついたようです。シリカゲルは変化が見られませんでした。吸湿すると青い粒がピンク色に変色するのですが青いままです。今回の吸湿器の構造は塩化カルシウム吸湿層、エアポンプ、シリカゲル吸湿層といった順番で空気を循環させたのですが、もしかしたら最初に塩化カルシウムに吸湿させるのはもったいなかったかもしれません。
塩化カルシウムは使い捨てなんですから。今度使うときはシリカゲル吸湿層、塩化カルシウム吸湿層、エアポンプの順番に空気循環させる構造にしようかと思います。ではメンテナンスを想定して冷凍状態から常温に戻していきます。ここからは吸湿機に加えてペルチェ素子を使った除湿機と庫内の空気循環用のファンを動かしました。ただ吸湿機などを駆動させてから2時間は冷凍庫を動かしっぱなしにしてしまったので、なんか温度が上がらないなーって疑問を持ち始め、それに気づいてから冷凍をストップさせています。そんなミスもありましたが得られた結果が冒頭にお見せした温度、湿度の変化です。しかも庫内を常温に戻すのが4時間になりました。冷凍機能を最初から止めておけば3時間以内に常温に戻ったでしょう。ペルチェ素子が吸熱によって除湿させると言いましたが、一方で発熱する上、吸熱以上に発熱が大きいので全体的にはヒーターみたいに動きます。これによって庫内空気が素早く温められたようです。そうなると空気と金属部品の温度差が大きくなって霜や結露ができやすくなるのではと思えますが、空気循環用のファンがあったことで空気と金属部品の温度差を小さくできたのでしょう。別々の目的で導入した対策でしたがうまく助け合っているようです。吸湿機は空気の温度が上がる時間に対して吸湿効果が出るまで時間がかかるのであまり効果がなかったかもしれません。まあ動かさないよりはマシだったかなって感じです。結果的に庫内にはほとんど霜が見られず、唯一ペルチェ素子の吸熱面についているヒートシンクに霜がついていました。ペルチェ素子は狙い通り空気中の水蒸気を回収してくれているようです。庫内の壁面やアルミフレーム、観察対象のヒートシンクを見ても霜が見当たりません。庫内の壁面を見た時にこんなに違うのかってびっくりしました。予想以上に効果が出たので嬉しいのですが、反面結果が良すぎて問題が洗い出せず現象への理解が進まなかったので、本当にこれで大丈夫なのかと逆に心配になるありさまです。そのまま除湿機を動かしていくと4時間後には室温よりも庫内の温度を高めることができました。ペルチェ素子がヒーターとして庫内を温め続けたためですが、これによって庫内から物を出しても庫外の空気で結露する心配もなさそうです。といった感じで今回実施した対策によって、とりあえず実験的に運用する分には結露の影響を無視していいだろうと判断しました。今回の対策の効果確認では長時間冷凍状態にする場合や、庫内で PC を組みベンチマークやらをやって庫内の空気の温度を変化させる場合の結露の影響は見ていませんが、今の予定では不凍液水冷を終えるところまでは実験段階として、ベンチマークなど動作確認を一通りやったら、今回の結露対策を一晩かけてじっくり実施しようと考えています。不凍液水冷が終わった後は大幅な構造変更を考えているので、後ほど紹介する結露対策を追加すればさらに効率的に結露を抑えられるだろうと妄想しています。以上、今回実施した結露対策の効果確認でした。多分動画時間が長くなっていますよね。すいません。内容的にはまだ半分です。話したいことを話すと取り留めもなく長くなってしまうのですが、動画を分割して2つにすると次回も結露の話になってしまうのは嫌だったので今回に押し込みます。ということでここからは今後行う結露対策について紹介します。まず前回動画であるパート3にて多くのご視聴、コメントによるアドバイスありがとうございました。パート3が結露困ったという内容だったので多くのアドバイスをいただき、私では考えられなかった案も選択肢に加えることができました。なのでいただいたアドバイスを一部抜粋しまとめた4項目について、私なりに紹介と考えを話しつつ今後の対策を紹介していきます。まずは露天温度関連のコメントです。この関連のコメントをいただいた当初は、ああそんなのもあったっけな程度の認識で、そもそも結露についても飽和水蒸気流と温度の関係がどうのこうのとおそらく高校で学んだ知識レベルでの理解でした。ですが改めて露天温度や結露について調べたところ、大学で学んだ熱力学の知識に紐づけることができました。詳しいことは話すと数学や物理の勉強的な要素が強くなりすぎるので割愛しますが、おかげでコンプレッサーを使うとどうして水ができるのかなどの現象を定量的に考えることができるようになりました。原理の理解が進んだので今後の結露対策の有効性について説明できる幅が広がり、個人の DIY レベルでどこまで結露対策を取れそうか検討できそうです。
新しい視点を見つけるきっかけとなったアドバイスでした。とても助かりました。次に空気を乾燥させちゃおうぜ系のコメントです。生石灰や塩化カルシウムなど薬剤、除湿器やコンプレッサーなど機械を導入すればというアドバイスです。塩化カルシウムは今回採用しましたが、今後は除湿器やコンプレッサーも選択肢に考えています。コンプレッサーをどうして使うかというと先ほど話した内容に関係しますが、通常よりも乾燥した空気を作れるからです。もしかしたら今回の対策で作った温度20度 C、湿度 20% の空気を8倍乾燥させて、温度20度 C の場合湿度 2% 台まで持っていけるかも、と妄想っぽく川残用しています。と今は期待しているコンプレッサーによる乾燥空気作成ですが当初は結露対策として見送っていました。乾燥空気を作る原理や仕組みはわからないから DIY に落とし込めないし、市販品は数十万円や数百万円と高額だしといった感じで諦めていました。ですがパート3を投稿して2週間で心変わりしました。私の手のひらもよく回るみたいです。現時点で仮に個人の DIY 的に導入するとしたら1万から2万円程度でシステムは構築できそうです。そもそも冷凍庫 PC 自体の構造も大幅変更する予定で容器の高気密化も視野に入れていたので、費用的には大幅変更の改造費があった上で、コンプレッサー導入に追加で1万から2万円程度って感じです。まあ今回やった結露対策の効果を含めるとそこまで必要なのかとか、除湿器でも事足りるんじゃとも思うので、今のところは除湿器で不十分だった場合に行う上位の対策という位置づけです。ただ今後の装置改良などではコンプレッサーの導入も踏まえた拡張性、装置の構造で設計することにしました。ただ今思うコンプレッサーのデメリットもありまして、使い道が乾燥空気の作成とゴミ飛ばしぐらいしか思いつかないのに、買おうと思っているのがまあまあ大きいコンプレッサーなので、必要性の割に場所を取って邪魔なんじゃ、とも思っています。音や振動はどうにかできるのですが、今後はコンプレッサーの必要性とデメリットを戦わせていくことになりそうです。いずれにせよこのアドバイスのおかげで改めてコンプレッサーの導入についても選択肢に加えることができました。3つ目は冷凍庫の周りをさらに容器を作ってその容器内の空気を除湿させるという趣旨のコメントです。このアイディアをそのまま行うと冷凍庫の排熱とかがあるので排熱対策が必要になりますが、結露対策として効果はありそうだし、なんといっても私の DIY 能力でもすぐ実現可能な素晴らしいアイディアでした。仕組みとしては庫内を冷凍させたり PC を動かしたりして、庫内の空気の温度が変わって体積変化、空気の出入りがあっても、室内の普通の空気より乾燥させた空気を事前に庫外に作っておくことで結露のリスクを抑えるというものです。これによって今回の対策では検討していなかった長時間運用での結露リスクを安定して抑えることが見込めるので、冷凍庫 PC の目標である、よく冷えて常用できるの常用性に貢献してくれそうです。ありがたや。最後にそもそも空気を除去しちゃえよ系のコメントです。窒素や二酸化炭素などガスによるものや油没液没、真空などもありました。ちなみに個人的に一番ためになったアドバイスは真空です。油没液没についてはパート3と被ってしまいますが現時点では個人的に消極的な手法なのでごめんなさい。窒素や二酸化炭素による庫内気体の置き換えは私も考えていました。ですがガスの発生源を購入する手間とガスをとどめる容器を作るのが大変だったので見送っていました。今現在だとコンプレッサーによる乾燥空気まで視野に入ってきたので、ガスによる対策はあまり考えることができていませんが、コンプレッサーとガス、どっちが導入やシステムの構築、維持などが楽なのか、結露対策としての効果、また場所の兼ね合いなど、もろもろを考慮するとどっちがいいのか、ちょっと考えてみようかなって思っています。もしかしたらそのうちまた心変わりしているかもしれません。である意味問題作みたいな真空にするというコメントですが、ここからは重要な考えを得られました。ちなみに庫内を真空にしたら PC パーツの排熱を受け取り、その排熱を冷えている冷凍庫の壁面まで運んでくれる。その熱媒体である空気がなくなるので、そのままだと冷凍庫を使う意味がなくなってしまうと思いました。ですが熱媒体は空気じゃなくても水冷とか水があるじゃん、という発想に至ることができました。最近は CPU やグラボに加えて、マザーボードやメモリ、M.2 SSD も水冷化されているので、
仮に真空にしたとしても熱的には水冷化で排熱を処理できるじゃんと思えたわけです。まあ実際に真空にしたら PC パーツがどうなるかわからないですし、技術的にも実現が難しく手を出しにくい選択肢ですが、個人的には重要なアイディアだと思えました。もしかすると冷凍庫 PC の最終段階で再登場するかもしれません。といった感じでアドバイスをいただけたので、今後行う結露対策も踏まえて装置の構造に大きく影響を与えていきそうです。具体的に今後行う予定または想定している結露対策は、PC パーツなど冷やしたいけど結露させたくないものを入れた容器をさらに容器で囲って、除湿機やコンプレッサーで乾燥させた空気で充填させる。容器自体の気密性を高めコンプレッサーを導入する場合は加圧状態も維持できるようにする。以上2つのコンセプトで行うことになりそうです。実はいただいたコメントの中に私が考えている今後の冷却システムの構造と同じようなアイディアをくださった方もいました。私としてもガスレイの導入を考えた時に現状の構造では厳しいと思ったので、いずれ大幅な構造変更をすることになりそうです。ただ挑戦するまでには実現しなくちゃいけない装置や技術が色々とあると捉えているので、まだ一つずつ作り上げていく長い道のりの始まりにいるといった感じです。なので今私が構想を話しても実現性が不透明すぎるので、予定が近づいたらまた紹介していきたいと思います。まあ近いうちに今後の冷凍庫 PC の構造をどうするかというコンセプトを入れたものを作って遊ぶ予定なので、その機会にまた簡単に紹介できればと思います。以上、今後行う結露対策についてでした。今回の動画は以上です。いやー長い時間ご視聴くださりありがとうございました。次回は PC 動作させるんだって意志が強かったので結露の話題を一つの動画に押し込んだにもかかわらず、話したいことはほとんど話したので長尺な動画になったかと思います。なので動画冒頭に概要としてグラフまで出して結果を示すという動画としてはいかがなものかみたいな暴挙をしたわけですが、まあ今回のような物理実験的な動画はそうそう作る機会はないでしょう。というかそんな事態にならないでくれと願っています。いずれにしても個人の投稿動画だと好きに計画、進行、公開できるんで楽しいものです。とまあ自己満足の趣味でもあり、考えられることは可能な限り考えようとする謎動画ですが、今後ともお付き合いいただけると幸いです。ではではここまで長時間のご視聴ありがとうございました。さようなら。